なりたいチャンネルです。魔王学院の不適合者、第1章、魔王学院編、第27話、嘘、第28話、始祖の答え、朗読を始めます。魔王学院の不適合者、第27話、嘘。サーシャは言った。アノス。ようやくか。俺はゆるりと身を起こし、部屋中に描かれた魔法陣に魔眼をやった。だが、未完成だった。まさか、間に合わなかったと言うんじゃないだろうな。そんなわけないじゃない。これで完成よ。サーシャは手をかざす。発動した魔法は部屋につぎ込んでいた月明かりを無数の光に枝分かれさせ、魔法陣の足りないピースを一気に埋めた。完成したのは、部屋一帯を埋め尽くす巨大な自然魔法陣である。俺はすぐさま魔眼を働かせ、その魔法術式を解析した。何十万と描かれた複雑な魔法文字を正確に解読するのは、この時代の術者ならば、丸一日は要したかもしれない。しかし、俺は見た瞬間に難なくそれを看破していた。魔法講師は造作もない。だが、はははは。なるほどな、サーシャ。はじめからお前は勝負に勝つつもりなどなかったというわけだ。俺の言葉に、サーシャは微笑した。自分の力ぐらいわきまえているもの。こんな勝負、いくら負けたっていいわ。でも、私は運命にだけは負けたくないの。運命に負けたくない、か。お察しの通り、私の目的はこの大魔法をあなたに行使してもらうことよ。よく考えたものだ。俺が勝負に勝つには、この魔法を発動しなければならない。そして、勝負に負ければ、お前はこの魔法を発動しろと命じる。ゼクトがある以上、いずれにしても俺はこの魔法陣を使い、魔法行使を行わなければならない。勝負に勝とうと負けようと、サーシャは目的を果たせるというわけだ。無論、俺の力をもってすれば抜け道がないわけではないが、それも無粋か。いいだろう。お前の知恵と勇気に敬意を表し、勝ちを拾わせてもらおう。俺は魔法陣に向かって、手をかざす。サーシャと魔力の波長を同調させ、魔法陣を起動する。初めて見るが、なんという魔法だ。これはゼクシズ。私が開発した魔法よ。ゼクシズの魔法術式は、魔力の波長を改ざんするというもの。今俺がやったように魔法行使を行う表面上の波長ではなく、その根源から別人のように変えてしまうのだ。ジオグレイズ級の高難度魔法である。サーシャはこの術式を構築するまではかろうじて成し遂げたものの、自ら魔法行使するまで力が及ばなかったのだろう。それゆえ、俺に魔法を使わせたかったというわけだ。ゼクシズの対象者は、サーシャ本人になっている。その覚悟、存分に示すがいい。俺はゼクシズを発動する。青い粒子がホタルのように飛翔し、魔法陣の中心にいたサーシャの体が光り輝く。さらに光になっていき、部屋全体が青く染まった後ふっと視界は元の色を取り戻した。終わったの？ああ、勝負は俺の勝ちだ。わかっているだろうな。サーシャはうなずく。嘘をつけないように、リクノスを使わせてもらうぞ。リクノスはその範囲内にいる者の思考を術者に伝える。半魔法で防げなくもないが、俺が相手ではまず不可能だ。構わないわ。ミーシャに視線をやると、問題ないというようにうなずいた。俺は、リクノスを発動する。ミーシャ。広大な部屋の中央で、ネクロンの姉妹は向かい合う。月明かりが幻想的に降り注いでいた。あと10分ちょっとであなたは消えるわ。ミーシャはこくりとうなずく。どんな気分かしら？いつものように淡々とミーシャは答えた。怖いものはない。まっすぐサーシャは妹を見つめる。本当のことが知りたいんだったわよね。いいわ。これが最後だもの。答えてあげる。すっとサーシャは息を吸い込む。リクノスに意識を傾ければ、その魔法を通し、彼女の思考が伝わってくる。これが、最後。あなたは、初めから存在しない。ただ私は元の形に戻るだけ。自分と似たような存在が、いつもそばにいるほど、目障りなことはない。ああ、そんな風に思えたら、どれだけ良かったんだろう。子供の頃、私がまだ、破滅の魔眼を全く制御できなかった頃。あなただけが私のそばにいてくれた。あなただけが私の目を見てくれて、あなただけが私に笑いかけてくれた。あなたが練習に付き合ってくれたおかげで、私は目を合わせさえしなければ、
誰かを傷つけることがないようにまでなれた。外に出て、他の魔族たちと笑うことができるようになった。でも、存在しないあなたは、使用人がつけられただけで、いつも一人ぼっちで過ごしていた。15年、私は十分に楽しく生きた。だから、もういい。もういいんだ。残りの人生はあなたにあげるわ。運命だからとあなたは言うけれど、私はそんなもの認めない。私たちの魂と体は二つに分かれたもの。私がオリジナルだけど、それを変える術があるはずだと思って、ずっと魔法を研究していた。ディノジクセスが、私とあなたを区別しているのは、魔力の波長。だから、ゼクシズを使って私の魔力の源である根源を、あなたと全く同じにすれば、どちらがオリジナルかわからなくなる。私だけの力じゃ無理だったけれど、アノスのおかげで間に合った。あとはもう一つの魔法、デルト、であなたを本物にしてあげる。きっと、できるわ。デルトを使うための最後のピースは、あなたがあなたであることを自覚すること。私を、さあシャネクロンを拒絶すること。そのために、ずっと今日まで準備をしてきたんだもの。ずっと、あなたに嫌われる準備を。大丈夫。できるわ。これで、最後だけど。ごめんね、ミーシャ。私は本当のことなんか言わないわ。たとえ、ゼクトの代償を支払うことになっても、どうせ私は消える。ねえ、お人形さん。ねえ、ミーシャ。私はあなたのことが、ずっとずっと、大嫌いだったわ。私は、あなたのことが、ずっとずっと、大好きだったわ。サーシャが契約に背く。俺はその瞬間、ゼクトを破棄していた。だから、ごきげんよう。さようなら、ミーシャ。大好きな、私の妹。サーシャは妹を抱きしめる。悟られぬよう、気がつかれないよう、嘲笑しながら。うまく笑えているかしら？わからないけど、この状態なら顔も見えない。変えてみせる。あなたが死ぬなんて、そんな運命、ぶち壊してやるわ。デルト。元気でね、ミーシャ。バイバイ。サーシャが魔法を唱えた瞬間、二人はまばゆい光に包まれる。その輝きが次第に収まっていき、光に飲まれた二人の影が見え始める。十数秒が経過し、やがて光は完全に消えた。そこにあったのは、変わらない二人の姿である。驚いたような表情で、半ば呆然としながら、サーシャは妹の顔を見つめる。そんな、ずっと、準備をしてきたのに。万全を期して、絶対に間違えないように、完璧に計画を練ってきた。それなのに、そんな心のつぶやきが溢れ出た。彼女は絶望に染まったような声で、小さく、言葉をこぼす。どうして？サーシャの魔法は失敗したのだ。彼女は今にも泣き出しそうだった。何の魔法？ミーシャが尋ねるも、サーシャは悔しそうな顔を浮かべるばかりだ。そんな姉をじっと見つめた後ミーシャは言った。サーシャは嘘が下手。それは淡々とした口調で、けれどもとても優しくて。どうして嘘をつくのかわからない。その瞳は、姉への好意だけが溢れている。でも、私は不器用なサーシャが好き。サーシャは唇を噛み、ぐっと涙を耐えた。だが、我慢しきれず、ポタポタ頬に雫がこぼれ落ちる。ミーシャが彼女を拒絶しなければ、デルトの魔法は成立しない。サーシャが立てた計画は、確かに完璧だったのだろう。それでも、一つ誤算があった。ミーシャは思った以上に姉のことが好きで、そしてサーシャも演技で取り繕えないぐらい妹のことが大好きだったのだ。悲しいかな。サーシャがミーシャを助けたいという思いそのものが、その計画に破綻をもたらしたのだ。バカ。絞り出したような声が、ただ響いた。バカよ、あなた、あんなに、私、ひどいことをしたのに。サーシャは訴える。ひどいことを言ったのに、あなたを傷つけたのに、どうして絶望に打ちひしがれるように膝をつき、サーシャは妹の胸に顔を埋めた。お願い、ミーシャ、私を嫌いになって、拒絶して。涙をこぼしながら、懇願するようにサーシャは言う。じゃないと、あなたを助けられない。私はあなたの代わりに消えてもいいから。ミーシャは姉の頭にそっと手をやり、優しく撫でた。よしよし。サーシャの肩を抱いて、ミーシャは言う。気にしないで。最初からいなかったのは私。そんなの関係ないわ。だって、
ミーシャはここにいるでしょ。私は守りたいの。大好きで、大切な妹だから。こんな運命、ぶち壊してやりたいの。ぎゅっとサーシャはミーシャにしがみつく。お願い、いなくならないでよ。私を置いていかないで。困ったようにミーシャは微笑む。私はいなくならない。サーシャになるだけ。ずっとあなたのそばにいる。もう時間はほとんどない。ミーシャがミーシャでいられたのはわずかだった。泣きじゃくるサーシャを撫でながら、彼女は満足そうな顔をした。仲直りができた。ミーシャが俺を振り向く。アノスのおかげ。よかったな。コクリと彼女はうなずく。他にお願いはあるか？ふるふるとミーシャが首を振る。思い残すことは何もない。まっすぐ、俺を見据え、彼女は言った。もう仲直りできないと思った。でも、私の人生には、2度も奇跡が起きた。何を言う？不思議そうにミーシャは視線で問いかける。俺は言った。本当の奇跡は、これからだ。手をかざし、ガイズの魔法を展開した。第28話、始祖の答え。いつまで泣いている？立て、サーシャ。俺が言葉を発すると、彼女は泣き晴らした赤い目をゆっくりと向けてきた。諦めるのはまだ早い。ミーシャの代わりに私を消すことができるの？できるかできないかで言えば、できる、デルト、だったか？ミーシャの拒絶をトリガーにしなければならないのはお前が未熟だからだ。すると、ミーシャが訴えるような視線を向けてきた。それはダメ。安心しろ。そんなことをするつもりはない。今度はサーシャが言った。お願い、アノス。私を消して、私はもう十分生きたわ。残りの人生はミーシャにあげる。もともといなかったのは私。サーシャが犠牲になるのはおかしい。サーシャとミーシャは俺に訴える。互いにかばい合い、自分が消えるべきなのだ。と。やれやれ、まったく、なんとけなげなことか。だが、残念ながら二人の主張は俺の流儀ではない。そういえば、適性検査でこんな質問があったな。入学試験の内容を振り返り、俺は言った。力はあるが魔王の適性に乏しい娘と、力はないが魔王の適性に長けた息子がいたとする。ある時二人は神の呪いを受け、死にかける。呪いを解くための聖杯は一つ。どちらを救うべきか。この時の始祖の考えを述べよ。二人に向かい、俺は問いかけた。正解は何だ？適性に長けた方。答えたのはミーシャだ。なぜだ？どれだけ力があっても適性のない魔族に、魔王は転生しない。なるほど。この時代らしい考え方だ。血統や適性を重視する現在では、それが正解とされているのだろう。それは間違いだ。ミーシャはじっと俺を見る。力がある方に転生する？前者を選ぶなら、力のある者こそが魔王だという考えになるだろう。だが、それも間違っている。ミーシャは、わからないと言った風に目をパチパチとしばたかせた。そもそも、どちらを救うべきかと聞いてくるこいつは誰だ？始祖がいつどちらかしか救えないと口にした？神の呪いだと？なぜ神ごときに俺が屈する？サーシャとミーシャに向かい、堂々と俺は言った。正解は、聖杯を二つにして両方救う、だ。俺の言わんとすることが分かったのだろう。力なく、しかしサーシャは確かに立ち上がった。二人とも助けてやる。だけど、どうやって？そんなの考えなくても無理だってわかるわ。私たちの体と魂はもともと一つ。それをずっと二つに分けておくことはできない。ミーシャの器を用意したって、魂は半分だけじゃ長く生きられない。転生させたって、それは同じよ。不可能だとサーシャは理屈を並べる。だが、それでも彼女は立った。不可能だと分かっていたなら、なぜ立ち上がったのか？期待しているのだろう。わずかな望みにかけているのだ。判別対抗試験の時のように、この俺がつまらん常識を覆すのを。その期待に、応えてやらぬわけにはいくまい。すべての原因は、お前たちがもともと一つだったということだ。だから、無理ってことでしょ？いいや。簡単な理屈だろう。それなら、もともと二つだったことにしてしまえばいい。サーシャが目を大きく見開き、驚きをあらわにする。そんなこと、どうやって？過去を変える。サーシャは絶句した。まさか、過去が変えられるものだと思っていなかったのだろうな。だが、真の魔法というものは時さえも軽く超越するのだ。このレベルになると、さすがの俺も、たやすいとまでは言えないが、15年程度なら、レバイド、
で遡れる。すると、今度はミーシャが言った。過去を変えれば、私は生まれない。そうよ、ディノジクセスの魔法で、初めてミーシャが生まれたんだもの。最初から私たちが双子だったりしたら、今ここにいるミーシャは消えるわ。妹ができたって、それはミーシャじゃない。たとえ過去を変えたとしても、今度はミーシャが生まれない。文字通りの八方塞がり、不可能というわけだ。だが、不可能さえ滅ぼすのが、魔王というものだ。分かれた二つの魂、つまり根源はいつか必ず一つに戻る運命だ。なら、もう一つ根源があればいいと思わないか？どういうことよ？サーシャがもう一人いればいい。もう一人のサーシャを、ディノジクセスで分ければ、同じく根源が半分になったサーシャとミーシャが誕生する。半ば呆然と二人は俺の話を聞いている。サーシャはサーシャと、ミーシャはミーシャと融合させる。簡単な足し算だ。そうすれば、一つの完全な根源を持った、お前たち二人が誕生する。意味がわからないわ。それは私がもう一人いれば、そうかもしれないけど、どこにいるのよ？全く同じ人物を作るなんて、そんな魔法があるっていうの？残念だが、どんな魔法を使っても同一人物は生み出せない。俺たちの根源はこの世にただ一つしかない。じゃ、やっぱり無理ってことでしょ？いいや。同一人物は生み出せないが、もう一人の自分に会いに行くことはできる。どうやって？過去を遡れると言ったはずだ。過去にいるお前たちと、現在のお前たちを融合させる。さすがのサーシャとミーシャも、まるでわからないといった表情を浮かべている。起源魔法、レバイドを使った際に生じる時間概念を、彼女らは知らないのだ。神話の時代とて、数秒前の過去を変えられる魔族が何人いたかといったところだからな。つまり、今ここにある二人の根源を、15年前に送り込む。そこには生まれたばかりのお前たちの根源がある。現在も過去も二つの根源はもともと一つだった。ミーシャとサーシャは同一人物。当たり前だが、過去のミーシャと現在のミーシャも同一人物だ。そして、二つの根源は一つに戻ろうとする。ならば、過去のミーシャの根源と、現在のミーシャの根源を一つに融合することはできる。サーシャも同じだ。どうなる？ありていに言えば、15年前に、お前たちは双子で生まれたことになる。過去改変には様々な法則があり、厄介だ。双子が生まれたことに誰かが気づけば、時間の矛盾が発生し、過去の改変はうまくいかない。だから、誰にも気づかせないように、世界にすら悟られぬよう、そうするのだ。過去は改変されるが、お前たちも、アイビスも、ミーシャは、ディノジクセスで生まれたものだと勘違いする。これまでの人生も、世界の歴史も、塵一つの変化はない。結果として変わるのは一つだけ、明日の0時になってもミーシャはここにいるということだ。信じられないといった顔をしながら、サーシャは言った。そんなことが、本当にできるの？俺ははっきりとうなずいた。皇族なら起源魔法は使えるな。使えるけど、ミーシャに視線をやると、彼女もうなずいた。レバイドを使うのはお前たちだ。俺が過去を遡っても何にもならないからな。お前たちの根源が過去を遡り、そしてもともとミーシャとサーシャが生まれたことにする。待って、起源魔法の基礎はわかってるけど、そんな大魔法、とてもじゃないけど。そのために、ガイズを使った。俺たち3人の根源は、ガイズの魔法線によって繋がっている。俺の魔力を彼女らにつぎ込むことができ、また魔法線を通して魔法行使を補助できる。魔力と魔法行使は俺に任せろ。お前たちがやるのは一つ。その魔眼で起源を見据えることだ。対象にする起源は二つ。俺は指を二つ立てた。一つはお前ら自身の起源。母親のお腹にいた頃を見据えろ。それによって、レバイドが遡る時間が決まる。正確にその頃の起源を除くことができれば、15年前へ遡ることができる。もう一つ。これが重要だが、魔法を成立させるための力を借りる起源を魔王の始祖とする。起源魔法は古いものにほど魔力が宿るという法則を利用している。2000年前の俺から力を借りるぐらいなら、今の俺が力を貸してやればいいのではないかというと、そう単純な話でもない。起源魔法を使うにあたっては、2000年前の俺から力を借りた方がはるかに強いのだ。2000年という歳月が魔力を増強させ、魔法を強固にするからである。まあ、面倒な魔法概念は説明しても仕方がない。早い話、言いたいことは一つだ。いいか、俺が始祖だ。
お前たちが信じている暴虐の魔王はでっち上げられた偽物だ。俺を始祖だと信じ、起源魔法を使え。そうでなければ、レバイドは成功しない。ミーシャとサーシャは顔を見合わせる。そして、覚悟を決めたようにお互いうなずいた。信じる。と、ミーシャが言った。どのみち、もうあなたを頼るほかないもの。もし、ほんの少しでも、可能性があるのなら、私は悪魔だって信じるわ。そう、サーシャが言った。その言葉、忘れるな。俺は手をかざし、レバイドの立体魔法陣を室内に描く。サーシャとミーシャを中心にし、瞬く間に、時間を超越する魔法術式が組み上がった。魔法行使を行うため、意識を集中する。その時だった。ドガラガーンとけたたましい音を立て、天井が崩落する。崩れた瓦礫の山が重力に従い、この場所に降り注ぐ。そして、それをよりも早く、一直線に落下してきた影があった。俺の目が、骸骨の顔を捉えた瞬間、奴はすでにわずか数センチの距離まで迫っていた。その手には、まるで夜を凝縮したかのような漆黒の魔剣が握られている。神話の時代の一品だろう。まがまがしい魔剣は俺の半魔法を難なく突破し、皮膚を破り、肉を裂き、そして確かに心臓を貫いた。鮮血が散る。アノス。サーシャが悲鳴のような声を上げる。さらばだ。名も知れぬ強き魔族よ。七魔コウロウが一人、アイビス、ネクロンは低い声を発し、とどめとばかりに俺の胸に魔剣を押し込む。サーシャ。わかってるわ。ミーシャが、アイビスの魔法を使い、アイビスの体を鋼鉄の牢獄で覆う。その瞬間、サーシャは、破滅の魔眼にありったけの魔力を込めた。死になさい。降り注ぐ瓦礫のほか、周囲のものというものが音を立てて、一斉に砕け散っていく。静かにするがいい。アイビスは片手を振った、破滅の魔眼が封殺され、鋼鉄の牢獄が破られる、ギジェルの魔法が発動し、魔力の鎖がサーシャとミーシャを縛り上げた。貴様らは大事な器だ。おとなしくしているがいい。もう間もなくだ。ディノジクセスが完了し、始祖がここに転生なされる。アイビスは天を仰ぎ、降り注ぐ月明かりを見つめる。ふむ。なるほどな。ディノジクセスは始祖を転生させるための器を作る魔法というわけか。驚愕したようにアイビスは、心臓に魔剣が刺さったままの俺を見た。バカな、魔剣がドルの傷は癒せぬはずだ。確かに、さっきから回復魔法がまるで働かない。だが、それだけのことだ。たかだか心臓を潰したぐらいで俺が死ぬとでも思ったか？俺はアイビスの顔面をわしづかみする。この至近距離に奴を呼び込むために、あえてその一撃を受けた。そろそろ来る頃だろうと思っていたぞ、アイビス、ネクロン。1000年もかけて研究した融合魔法を、自らの子孫に施した。それを台無しにされるのを、見過ごす間抜けとも思えないからな。奴の体の内側に魔法陣を描く。神話の時代の魔族には、生半可な魔法は通らない。悪いが、遊んでやれる時間もない。早々に退場してもらうぞ。凝縮した魔力を一気にアイビスの内側に叩き込む。ジオグレイズ。瞬間、アイビスの内側に出現した漆黒の太陽が、幾重にも張り巡らされた奴の半魔法をズタズタに引き裂き、その体を内部から崩壊させていく。黒い光がアイビスの体から漏れ始め、大きく弾けた。なんだ、この魔力は。バカな、魔法の知識のみならず、この私よりも、強い、だと？吹き飛んだアイビスは、体内に荒れ狂う、ジオグレイズに必死に抵抗しようとしている。ふむ。さすがは神話の魔族、なかなかしぶとい。俺は自分の心臓から、魔剣がドルを引き抜く。この魔剣の傷は癒せないんだったな。魔剣がドルをアイビスめがけ、投擲した。吸い込まれるようにその漆黒の剣は、アイビスのシャレ神戸に突き刺さる。勢いはなおも収まらず、奴の体が宙を浮き、そのまま魔剣で壁に貼り付けにされた。こんなところか。死んではいないが、少なくとも、しばらくは抵抗できまい。俺は半魔法を使い、サーシャとミーシャを縛り上げている、ギジェルを切った。無事か？二人はこくりとうなずいた。ふむ、0時まで残り15秒か。余裕だったな。もっとも、過去を改変するとなると、これからが本番なのだが。さあ、最後の仕上げだ。俺を信じろ。構築した魔法陣に魔力をつぎ込み、
起源魔法、レバイドを発動した。次回は、魔王学院の不適合者、第29話、時の番人、第30話、魔王、高評価、チャンネル登録、お願いします。